こんにちは、松尾美香です。今日は卵とバターをたっぷり使ったベルギーの伝統的なワッフルを焼いていきます。このワッフル、焼いてる途中の香りと湯気が本当に毎回たまらないんです。こちらがこね上がった生地、卵とバターがたっぷり入った黄色い生地です。ここからワッフルシュガーをたっぷり入れていきます。そしてここが今日のポイントです。そしてもう一つのポイントが成形の時です。動画の最後に作る時のコツを説明しています。では一緒にワッフルを作っていきましょう。まずミキシングです。ボウルに材料を加えていきましょう。スキムミルクはダマになりやすいので、よく溶いてから使います。軽く混ぜ合わせましたら、水分を加えていきます。しっかり混ぜ合わせましょう。テーブルに生地を浸して、さらに混ぜ合わせていきます。バターを加えていきます。ここが今日のポイントです。バターを入れた後はこねすぎない。しっかり混ぜたくなりますが、ここで触りすぎるとこのワッフルらしい軽さと歯切れがなくなります。なぜそうなってしまうかは動画で解説するよりも文章の方がいいのでメルマガにまとめています。バターが混ざったらワッフルシュガーを加えていきます。生地を大きく広げて全体的にワッフルシュガーを散らしていきましょう。手前から巻いていきます。横からもくるくる巻いていきましょう。今日の丸めはこれだけです。一次発酵に入ります。30度で40分見ていきましょう。発酵完了しました。膨らんでますよね。テーブルに生地を出してガスを抜いていきます。分割をしていきます。1個 55g を6分割です。生地を丸めていきます。今日のパンの2つ目のポイントがこの丸めです。ワッフルシュガーが表に出ないように丸めること。砂糖が外に出ていると焼くときに焦げやすくなります。ただね、この焦げが美味しくなることもあるんですよ。この後最終発酵に入ります。35度で20分見ていきます。発酵完了の5分前になったらワッフルメーカーにスイッチを入れていきましょう。はい、では焼いていきます。溶かしバターを塗っていきましょう。塗りすぎないようにしてください。真ん中に生地を乗せていきます。挟んでしばらく置いておきます。どのくらい焼くかはご自分のワッフルメーカーに従ってください。はい、いい色に焼けましたね。美味しそうです。ワッフルメーカーに生地を入れて閉めてからが私の一番好きな時間です。マシンの枠から甘い香りと一緒に湯気が立ち上がってきます。この湯気を見るたびにちゃんと美味しく焼けてるなって思うんです。そして焼いていくうちに中の砂糖がキャラメル化していきます。天板にキャラメルくっつくんですね。
そのキャラメルが次に焼くとき、ワッフルにくっついて、それがまたパリッとして美味しいんです。外はカリッと、中はリッチでしっとりという仕上がりになります。いかがでしたか？ベルギーワッフルは難しい技術よりも触りすぎないことと砂糖を表に出さないこと、これだけでお家でも本当に美味しく焼けます。詳しい作り方や発酵や生地の考え方はメルマガの方で詳しくお話ししています。概要欄からどうぞ。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。